はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回もまたこのノートを見まして、闘病記の続きお話しします。前回までに、入院46日目まで本格的な抗がん剤治療が始まりまして、4日目までですねお話をしています。今回は入院47日目、2月の11日本格的な抗がん剤治療の5日目ということになりますね。ここからお話をしたいと思います。夜中に体のかゆみで目が覚めると、ここ数日アレルギーなども出たりして、とにかく体をかいてしまうんですね。寝てる間も無意識でかいてしまう。それでできるだけ爪を立ててかかないようにはしているんですけれども、やっぱり病院服の上からでもかいてしまって、ところどころ血がにじんでしまうような、そういうところがあったりしまして、これが非常に良くないということで、できるだけ爪でかかないように指の腹ですとか、そういったところ、または病院着を掴んでこすって、かゆみをなんとかやり過ごすような、そういう形。朝5時過ぎに目が覚めた時にまた何か点滴がつながっていて、看護師さんに後で伺ったら、これはカビ止めの点滴だったらしいですね。その後6時過ぎにまた看護師さんが巡回した時に点滴の抗生剤が入りまして、熱を測ると、平熱、血圧がですね、自分にしてはかなり高い、上が130台まで上がっていました。それから採血が4本ですね。そのまま起床です。4日間抗がん剤治療をやっていますが、意識しなければそれほど気持ちが悪くない。一晩寝てまた回復しているというところでしょうかね。それから、水分補給を結構していると。この水分をたくさん補給することによって体の中の残留薬物が尿として、体外へ排出されるので、副作用が、少なくなりやすいと、そんなようなお話もありまして、意識して水分を取るようにしてますね。軽く体を動かして廊下を12周歩いてますね。主治医からはこの頃以降ですかね、よく言われていたのが、少しでも口から、食べ物を食べると。栄養面に関しては点滴でどうにでもなるところがあるけれども、食べることによって消化器官、腸ですとか、そういったところを動かす。これが体力の回復につながると、そういうようなお話がありましたね。ですのでこの時朝食8時頃から、一応5割を目標に食べるような感じになっていました。7割ぐらい食べていると書いてありますね。薬が7錠、それから2包ですね。なんかビニールのパウチというか、小さい包みのようなものに入った、それをぐっと、破きましてですね、ざっと流し込んで水で、飲むというような薬、これが2包。少し眠って10時頃点滴の交換がありまして、栄養と水分だったと思うんですけれども、これを交換すると。そして点滴の抗生剤も入ると。その後11時前頃に点滴で、赤血球の輸血がありました。プラス同時に吐き気止めの点滴ですね。これはもう毎日1日2回やっているグラニセトロンですね。
これが入ります。30分ほどですね。それが終わりまして、点滴の赤血球の輸血というのは2時間ぐらいかかるんですけど、それをやりながら11時半頃から点滴の抗がん剤が入ります。約1時間。これは3日目4日目と同じフルダラですね。フルダラという抗がん剤がおよそ1時間、別名フルダラビンですね。フルダラビン、これが1時間入りますと。12時頃から昼食、これも6割ぐらい食べて服薬が4錠。12時半過ぎにフルダラが終了後ですね、別の抗がん剤、これも3日目4日目と同じ抗がん剤ですね。ブスルフェクス、別名がブスルファン、これをおよそ3時間かけて、点滴による投与がありましたね。主治医からはこの日あたりが抗がん剤による気分の悪さピークに達してきますよというお話があったんですけれども、ここまでのところはまだまだ大丈夫だな、気分は多少悪くなってきたけれどもまだまだそこまでいってないなという感じでした。13時頃点滴の赤血球の輸血が終了ですね。14時頃点滴の抗生剤が入りまして、肝機能維持のための太い注射、注入という形、点滴のそのジョイント部分から太い注射、先に針はついてないんですね。これをぐっと差し込みまして注入、これがですねなかなか、すごいもので、その後何回もやっていただいたんですけれども、やるたびになんかこう唇がピリピリして頭がボーっとしてきて、すごく薬物というかその薬が体内に入ってきたのがもうすぐに分かるような感じの、薬でしたね。15時半過ぎにこの抗がん剤ブスルフェクス、これが終了しましたと。この時点で結構気分悪くなってきたかなというところですが、まだ我慢できる、このぐらいだったら大丈夫だなという、そういう印象を受けてます。ただその後時間が経つにつれてだんだん気分の悪さが高まってくる。抗がん剤終了直後よりもしばらくしてからの方が気分が悪いんですね。これでちょっと夕飯食べられるかなという、そういう感じになってきました。18時頃夕食なんですが、その気分の悪さが続いてなかなか食べられない、勢いをつけて食べようとするんですが3割ぐらいしか食べられなかったと書いてありますね。服薬9錠、それからまた1包ですね。19時頃から点滴の抗生剤が入りまして、少し気分が良くなってきたのでまた廊下を10周ほど歩いて、当時1日に何歩ぐらい歩くという目標を決めてたんですけれども、それを達成したと書いてありますね。買い置きしてあったアイスクリームを食べると。22時頃から点滴の抗生剤が入りまして、液体下剤を飲んで、22時半頃から、1日2回の、吐き気止めですね、グラニセトロン、これが点滴で入りまして一応の就寝ということでした。入院48日目、2月の12日、本格的抗がん剤治療、6日目ということになりますね。夜中断続的に目が覚めるですが、その都度またすぐに寝入れたということで、それは良かったですね。6時半ごろ看護師さんが巡回してきまして、点滴の抗生剤が入ると。熱は平熱を維持なんですが、血圧がちょっと高めが続きまして、上が120台、7時頃から軽く体を動かして、これはスクワットなんかをやってるんですね。それから柔軟体操的なストレッチとか、それからまた廊下を歩いてます。12周
まだまだ気分が悪いのは一晩寝るとなんとなく回復してくるような感じ。7時半頃から何か点滴が入りまして、8時頃朝食8割方食べることができたと。服薬が9錠にまた2包ですね。10時半頃点滴の交換2つ、栄養と水分だと思うんですけどもね、これが交換になりまして点滴の抗生剤がつながると。この辺もう前日と大体同じスケジュールですね。11時過ぎ点滴の吐き気止めグラニセトロン、これが入りましておよそ30分ですかね。12時頃から点滴の抗がん剤、これも同じフルダラがおよそ1時間、これを入れながら昼食ですね。お昼ご飯 2,3 割食べてギブアップと。で13時前にフルダラが終わりまして、抗がん剤第2弾はまたこれも同じブスルフェクス、およそ3時間かけての、点滴投与ですね。それをやりながら15時前から点滴の血小板輸血、これがありまして排便ありと。血小板の輸血に関しましては2回アレルギーが出たんですね。この2回がいずれもお昼ご飯を食べる時と重なっている、ご飯を食べながら点滴が入っているということだったので、それ以降は念のためお昼にかからないようにお願いして、時間をずらしてもらってました。で結局それ以降点滴の血小板輸血でアレルギーが出たことがなかったので、どういう因果関係かは分かりませんけれども、食事の時間にかかっていたことでアレルギーが出たというような、そういうような結果になってますね。この点滴の血小板輸血が終わった後にシャワータイムですね。でそろそろかなり気分が悪くなってきているということで、途中で吐き気止めの薬を1錠、飲んでるんですね。そのせいか少し気分が楽になっていると。で18時頃から夕食ですが、食べるのはちょっとなかなか食べられない。3割ほど食べて、ここもギブアップですね。服薬が10錠プラス1包。19時頃、点滴の抗生剤か何か、分かりません。約30分ですね入りました。その後気分転換も兼ねまして廊下を歩いたりとか、していますね。それで22時過ぎに点滴の抗生剤が入り、23時頃終了の後、また1日2回の吐き気止めの点滴グラニセトロンがおよそ30分入りましたと。就寝になるんですけれども、気持ちの悪さ、ちょっと結構気分悪いなというところまで行ってたんですけれども、少し落ち着いている。その分なぜかだるさを感じていると書いてありますね。そんなこんなで本格的な抗がん剤の投与が始まりまして、5日目6日目ですね、これのお話をしました。よしおっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、そして高評価、それからコメントなどお気軽にお寄せいただけましたら、今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。